こんにちは、ひなたです。今日は私の友達のみさきに来ていただいてます。さきですで、今日はみさきのダイエット成功の秘訣を聞いていきたいと思います。みさきは過去にね、11キロのダイエットに成功したということでここの時より4、5キロ太って5キロかな5キロぐらい太ってでそこから11キロ落としてみたいな感じ。ここからちょっと増えてここまで落としたみたいな感じ。そう一番重い時からマイナス8、7、8ぐらいでまで落としたのが 2ヶ月ぐらい。2ヶ月ぐらいです。で、そっから11キロまで落としたってなったら結構去年の夏ぐらい1年ちょっとぐらい、1ヶ月ちょいで8キロはまあ可能っていうことですよね。何をしたんでしょう。最初ダイエットしようと思ったのがそのちょうど振り袖着物着て写真撮ってた時に、もう自分の顔が丸すぎていやほんまに帰ってきてばっかの時やったから、もうやばいなって思ってダイエットしようと思って、最初もほんまにジョギング嫌いやから、もうほんまに大嫌い。運動は好きやねんけどジョギングマラソンとか大嫌いやから。しんどいもんね。しんどいもん。小学校の時のマラソン大会も下から数える方が早かったうちあれはなぜか負けたくない精神で3位に。それはすごい。それはほんまにすごい。最初ジョギングやりたくなくて痩せたいけど縄跳びしてた。ああ、いいっていう。でも縄跳びが一番その消費カロリー的には多いねんけど、続けられへんやん。1時間も30分もできても15分ぐらいずっと飛び続けるのはみたいな。だから結局やってたけど縄跳びもすぐに変わってる感じがせんかったから、縄跳びやっぱあかんなと思って、もう走るしかないと思って走ることにしました。それは毎日どのぐらいの時間？最初は家の周り走ってるけど、その家の周りが坂道やから最初は30分から始めて、とりあえず毎日続けようないと絶対3日坊主で終わるから、とりあえず1時間きついから30分から始めて、慣れた1時間にしようと思って自分で1周のルートを決めてて、最初その走り出した時は1周が10分ぐらいかかってて、今は7分ぐらいだけど、最初は3周だけしてて大体30分みたいな。で慣れてきたなと思ったら4週5週に増やしてって、そうで今は1時間走ってる。ちょいちょい増やしていくっていうのが、とりあえず毎日、自分が続けれる程度でいいからやるのがいいと思います。結構みんな今日嫌やとかなってさ、走りに行くのがきつくなるけど、そこはどうやってそのモチベーションを。でもとりあえず痩せたらやりたいこととか、もう痩せた後のことを考えたらいい。あと夜ご飯を食べないで走ってたんですけど、まずお腹空いててもとりあえず走ったら食欲失せる。確かに運動したら食欲失せる。でそのまま寝たらお風呂入って、もう次の日絶対減ってる食べてない分が、脂肪じゃなかったとしてもそれでモチベーションが上がって、今日もちゃんと走ったら明日もちゃんと減るって思って走ってました。最初はほんまに行くのでも億劫やったけど、でももう外出て走り出したら一瞬で終わる感じ。でも最近もまた走ってんねんけど1時間結構慣れてきたから空じゃない。だから空にならなくなるまでが大変やけど、もうならなくなったら続けれるし、やっぱり食べても全然太らなくなる。最近食欲戻ってきてやばいけど食欲でも1キロしか我慢してないからすごいなって思うし、そういう体質に変わってきてるっていうこと。食事制限だけで痩せても結局食べたら戻っちゃうのは基礎代謝とかが上がらんし、運動したらちゃんと上がるから痩せやすくなると思います。続けていって、それが苦じゃないレベルまでいったら勝ちって感じ。とりあえずもうほんまに30分もきつい人は10分でもいいし15分でもいいから毎日有酸素運動も走るのが一番、水泳とかプールが行ける人だったら水泳が一番、多分ジョギングよりも消費カロリー上やから、水泳がいいと思うんですけど、プールはそう他の人がいるところで運動するのが苦手やから一人でやりたいから、ジョギングも夜走ってます。だから焼けたくないっていうのもあるけど、人がおるのが嫌やから周り走ってる時に、だから夜走ってます。筋トレとかはしましたか？脂肪を減らそうと思った時はとりあえず有酸素運動だけ、筋トレした方が効率いいっていうあれもあるけど、とりあえず時間がないっていうのと、まずは脂肪を落としてっていうやり方はそうです。あとストレッチを体にかかったら痩せやすい体質になるってよく聞くからしてました。最近はだから、ストレッチと筋トレとジョギング1時間、半身浴は毎日じゃなくて
まあ週に3、4ぐらいで。それ何時間ぐらい？半身浴は30分から1時間、時間あったら1時間、なかったら30分。体を温めるのがいいから代謝上がるみたいな。だから朝白湯飲むのもこう中から温めるから朝白湯飲んで温めたりとか、あと靴下ずっと履いてる家の中履いたりとかしてます。食事はどんな感じの食事を食べてたの？最初野菜だけ食べようと思ってるけど、まあ野菜好きやからいけるかなと思ったけど、さすがに飽きるからそれはすぐ終わっちゃって、腸内環境を整えるようなお腹にいいようなやつ食べようと思って、発酵食品やから納豆とか、納豆、味噌汁、キムチとか、豆腐、大豆系とか、あとヨーグルト、チーズ、あとなんかスキャベツもいいってなんかテレビかなんかで見て、スキャベツも食べてた。まあ、スキャベツはちょっと味がなんか酸っぱいシャキシャキしたものみたいな感じから酢をかけるだけ。そうだからなんかめっちゃ美味しいわけじゃないけど、またでもお腹にはいいんやろうなっていう食物繊維式って感じを中心に食べてて、夜ご飯は食べないで走る。朝はしっかり食べないとそらそらするから、朝は炭水化物はある程度、まあその大量はあかんからも食べて、さっき言った発酵食品を中心に昼ご飯とか、まあ、朝ごはんにも食べて、で夜は行く感じ。でも毎日なんか甘いもんがめっちゃ好きなんですけど、甘いもんを前もう1日1回食べないと多分生きていかないから乳酸菌チョコレートっていうのがコンビニとか、いや普通にスーパーに持ってるし、ちょっと高めやけどあって、それを1日食べてました。1回絶対食べる。やったらストレスたまらへん、甘いもの食べてるから。普通のチョコとあんまり変わらへんと思う。乳酸菌やからお腹にもいいし、しかもめっちゃ腹持ちがいい気がします、私的に。だからそれを昼に食べたらマジお腹減らへんねん、夜に減りにくくなるから食べてました。まあ、乳酸菌チョコレートの味がちょっとって思う人はダークチョコレートでもいいと思う。ナッツとかゆで卵とあとスムージーを朝に食べたら結構どれも腹持ちいいやつやから、それもしてました、食事は。他にダイエット中に気をつけてたことってあります？運動と食事とかじゃなくて。水、まあ、私もともとジュースが苦手やから炭酸と飲まないけど、でもやっぱりいっぱい砂糖入ってるから水に置き換えるのがめっちゃ重要やと思います。水を1.5か2リットルぐらい飲んでて、2リットルぐらいが理想って言われてるもん。あとは食べる順番、血糖値が急上昇しないように食べる順番を気をつけたり、野菜先食べたり、野菜最初に食べたりみたいな。毎朝体重測ってノートに書いたりとはしてないんですけど、まあ、昨日よりどんだけ減ったなとか、頭の中で、あと、自分の基礎代謝と、自分がその日運動した分の消費カロリーを足したのから食べた分を引いて、運動した消費カロリーの方が上回るようにノートに書くとかじゃなくて、まあ、携帯の普通にメモ帳で自分で書いて食べ過ぎないように書き出したら、食べ過ぎてるなって分かるから、何食べたとかは記録してました。お腹にそのいいものいっぱい食べてたやん。その理由としてはその便通を良くするためなんですけど、90キロぐらいまで痩せれてた時はダイエットを始めた時より細くなってたんですけど、やっぱりお腹が張ってて、それで普通に薬局で売ってるような、なんか高いのとかじゃなくて普通に薬局で売ってるような、なんか漢方の便秘薬みたいなのを買って、それを毎日飲むようにしたら、ほんますぐ2キロぐらいすぐ落ちて、それ飲んだらお父さんとかに誰かわからんみたいな感じで言われるぐらい変わったらしくて、それが結構重要なんやなって思いました。名前とか覚えてる？漢方七福みたいなってかやつと、今飲んでるやつは別のやつなんですけど、それも乳酸菌が入ってるやつで、そのいっちゃん最初に飲んだのはその七福っていうほんまに薬局に売ってるなんかやつです。でもそれ飲んだらほんまにお腹痛くなるんで、出かけるといやじゃなくて飲んだらお腹痛くなっちゃうんで、出かける日とかは飲んだらダメです。じゃあ毎日飲むんじゃなくて、オフの日。まあ毎日飲めたらいいけど、まあでもいつお腹痛くなるかわからんから、まあずっと外に出る日とかはやめといた方がいいと思います。あとマッサージもやってたんですけど、それはマッサージオイルとか持ってないし、ボディクリーム塗ってやろうと思ったらなんかすぐ伸びちゃうから、こう滑らなくなっちゃうから、私はお風呂の中で
体全身？そう体洗ったやその泡が滑るから泡でマッサージしてました。脂肪を柔らかくする。そうしてましたマッサージ。お風呂でやったらなんか上がった後忘れへんしやり忘れへんしみたいな。なるほど。ありがとうございます。いろいろ。ありがとうございます。いや全然。やっぱ一番大事なのは継続。それに限るよね。ほんまに。何事もそうやけど。とりあえず1週間走るって最初始めて、そこからいろいろなんか一気に全部変えるんじゃなくて、ちょっとずつ。最初は運動して、その後食事変えてとかの方がやっぱり続けれると思います。ダイエットしたいとかいう人はね、この動画を参考にやってみてください。ご視聴ありがとうございます。バイバーイ。